仮想通貨用語集パート2。今回は仮想通貨に関連する用語の紹介と使用例、説明をします。最初に僕、サトシが用語を言い、次に私が使用例をご紹介し、次に私、中本が用語の説明をします。最後にまた僕が一言。この順番でどんどん用語を紹介していきます。張り切っていこう。では、スタート。アセットトークン。アセットトークンは現実の資産をデジタル化したもので、ブロックチェーン上で取引できる。不動産や株式などの現実の資産をデジタル化してトークン化したもの。目に見える資産に印をつけるぜ。次、セキュリティトークン。セキュリティトークンオファリングが行われた。実際の資産や企業の株式をデジタル化したトークン。目に見える資産や株式などにルールがしっかりした印をつけるぜ。次、ノンファンジブルトークン。NFT はデジタルアートやコレクションの所有権を証明するために使われる。1位で交換不可能なトークン。唯一無二のデジタルの創作物、ゲットだぜ。次、ブリッジトークン。ブリッジトークンを使って異なるチェーン間で資産を移動する。異なるブロックチェーン間で資産を移動させるためのトークン。A チェーンから B チェーンへ印を移動だぜ。次、ラックドトークン。ラッドビットコイン WBTC はビットコインの価値をイーサリアムネットワーク上で利用できるようにしたものだ。別のブロックチェーン上で使用できるようにラップ、包まれた、されたトークン。ビットコインをイーサリアムの世界で使えるぜ。次、トークンエコノミクス。トークンエコノミクスはプロジェクトの持続可能性と成長を支える。トークンの発行、配布、使用に関する経済学。トークン全般を考える経済学、ゲットだぜ。次、トークンジェネレーター。トークンジェネレーターを使って新しいトークンを簡単に作成できる。トークンを簡単に作成するためのツールやプラットフォーム。誰でも簡単に印を作れるぜ。次、トークンバーン。トークンバーンを実施して供給量を減らし、価格上昇を狙う。市場からトークンを永久に除去すること。トークンの総量を減らして価値を上げるぜ。次、トークンバリデータ。トークンバリデーターが取引の承認を行う。トークン取引の有効性を検証する役割。印の取引をチェックだぜ。次、トークンラウンチパッド。トークンラウンチパッドを利用して新しいプロジェクトを立ち上げる。新しいトークンやプロジェクトの立ち上げを支援するプラットフォーム。印を作るお手伝いする環境を提供だぜ。次、トークンリリース。トークンリリースのスケジュールが発表された。プロジェクトが新しいトークンを市場に供給すること。新しい印を市場に供給だぜ。次、トークンロックアップ。トークンロックアップ期間中はトークンを売却することができない。一定期間トークンの売却が制限されること。トークンは一定期間売ることができないぜ。次、プライバシーコイン。モネロはプライバシーコインとして取引の匿名性を提供する。取引のプライバシーと匿名性を重視した仮想通貨。匿名性があるコイン、ゲットだぜ。次、アンカーコイン。アンカーコインは価格の安定性を保つために設計されている。通貨や資産の価値を特定の基準に固定するステーブルコインの一種。コイン価格の安定性をゲットだぜ。次、ファーム。DeFi プラットフォームでファーミングを行う。仮想通貨を預け入れて利回りを得ること。仮想通貨預けて利子をゲットだぜ。次、フィアット。
仮想通貨をフィアットに交換する手数料が高い。法定通貨、ドル、円などのこと。法定通貨の別名だぜ。次、フィアットゲートウェイ。取引所はフィアットゲートウェイを提供している。法定通貨を仮想通貨に変換するためのサービス。法定通貨を手に入れるには必要なところだぜ。次、スキャム。仮想通貨スキャムには注意が必要だ。詐欺や不正行為を指す言葉。美味しい話はスキャムを疑おうぜ。次、バックドア。ソフトウェアにバックドアが仕掛けられていた。不正アクセスを許すための隠し機能。攻撃者が不正にアクセスするために作るんだぜ。次、バグ。スマートコントラクトにバグが見つかった。コードの誤りや結果。バグは勘弁だぜ。次、ICO 詐欺。この ICO は詐欺かもしれない。注意が必要だ。実体のないプロジェクトが資金を集めて逃げる詐欺行為。自分は大丈夫とは思わないことだぜ。次、ガスト。少額のビットコインを送ってアドレスを追跡するダスト攻撃に注意が必要だ。極小額の仮想通貨、特に取引手数料以下の額。小数点が多くてわずかでもコインはそこにあるぜ。次、ダストアタック。ダストアタックを受けると、ウォレットのプライバシーが脅かされる可能性がある。少額の仮想通貨をウォレットに送り、後で追跡することでプライバシーを侵害する攻撃。よくわからない送金があったら疑おうぜ。次、セールスマン。セールスマンが新しい ICO を推奨している。仮想通貨を積極的に宣伝する人物。詐欺行為で必ずいるので注意しようぜ。次、ゼロサムゲーム。仮想通貨取引はゼロサムゲームと言われることがある。参加者全員の利益と損失が相殺される取引。全員の利益と損益を足すとゼロになるという意味だぜ。次、パンプ&ダンク。パンプ&ダンプに注意しなければならない。価格を人為的に上昇させ、その後急落させる詐欺行為。いわゆる価格操作ってやつだぜ。次、ピッチャー。ピッチャーが新しいコインを紹介している。新しい仮想通貨やプロジェクトを宣伝する人。詐欺行為で必ずいるので注意しようぜ。次、フェイクアウト。価格がフェイクアウトして投資家が混乱した。一時的な価格の動きに騙されること。急激な価格変動の時はその可能性があるぜ。次、ラブプル。プロジェクトがラブプルして投資家が大損した。開発者がプロジェクトを放棄して資金を持ち逃げすること。よく聞く話だから気をつけようぜ。次、ペーパープロジェクト。ペーパープロジェクトに投資するのはリスクが高い。実現性が低い理論上のプロジェクト。すごそうな理論でも実現性が低そうなら注意が必要だぜ。今回は以上です。今後も仮想通貨の用語をご紹介していきます。僕も気合い入れて頑張るぜ。私も頑張るぜ。私も頑張るぜ。みんなで仮想通貨の知識どんどん発信だぜ。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。